はいどうも、車買うチューバーワンソクチューブです。今回はですね、私の愛車でもあり1年半乗ってきたレクサス UX250H F スポーツ。こちらがですね、そろそろ新型ハリアーと入れ替えになるので、お別れの前にですね、ロングドライブ出かけたいと思いますので、インプレッションしたいと思います。で、今、すでにドライブ始めているんですけれども、改めましてね、1年半乗ってきて、これもなかなか愛着湧きました。買った当時はですね、内装の質感が低いだとか、ラゲッジが死ぬほど狭いだとか、散々文句言ったんですけれども、その印象はね、正直あんまり変わってないんですけれども、ただですね、2名乗車と割り切って、後ろの席を使わないとか、ラゲッジに荷物あまり乗せないと、セカンドカー的な感じで使うのであればですね、全然そのまま、UX1 台で済ますこともできますし、セカンドカーとしてね、普段使いをするにもですね、こちら 250H の場合はハイブリッドですので、燃費もそこそこ良いということで、結構ね、おすすめできるんじゃないかなと思います。はい、ここからちょっと高速に乗ってみたいと思いますので、はい、久しぶりにですね、スポーツモードで全開加速やってみたいと思います。ロードノイズがね、結構大きい問題はあると思うんですけど、私はね、ちょっとフロアマットとかドアとかデッドニングしたんでね、多少いいですね。はい、ちょっとあえて一旦止まって床までドン。はい、5000回転近くまで加速していっています。おっと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 。はい。結構混んでるんで合流が大変だわな。はい、今、全開加速しましたが、キックダウンスイッチはね UX ないんですよね。確か RX もなかったかな。もしかしたらこれね、吊り下げ式の、アクセルペダルをオルガン式に変更しているというね、トヨタ方式だからキックダウンスイッチがないのかもしれないですね。で、車速に乗せるにはね、結構軽快ですね。やっぱり RX とかね、他の大きいね SUV に乗ってることが多いんで、ハイブリッドのモーターのね、ターボ的な補助も入りますし、中間加速からでも結構グイッときますね。ただ背中がシートに押し当てられるほど、強い加速感ということではなくですね、常識的な範囲で過不足ない、速度の伸びという感じになります。で、UX250H のハイブリッドはですね、新しい世代の、THS2 が搭載されていますので、RX とか NX とか、その辺のハイブリッドはですね、世代が古いものなので、高速域でのですね、EV 走行はできないんですけれども、UX だったらできちゃうと。さすがに EV モードのボタンを押してもならないですけれども、一回スポーツモード解除します。そして、このハイブリッドインジケーターでエコっていうところのね、真ん中のところまでのアクセルワークで、調整していると、今70キロぐらいで走っていますけれども、EV モードでずっと走れています。ちょっとね、さすがに70キロ以上での速度域で車速を維持するっていうところまでのモーターのトルクはないんですけれども、ゆるゆる減速していくとか、あとは平地で70キロ80キロぐらいで、アクセルをオフにした時にはすぐに EV モードに突入するというぐらいの、EV 走行しかできないんですけれども、すごくアクセルワークを気にすれば80キロ100キロ、それこそ110キロとかでも、EV 走行が可能というなっているので、今まではね、ハイブリッドって高速は苦手というふうに言われてましたけれども、新しい世代の、それこそね、新型ハリアーとかラブ4とか、あの辺のね、新しい THS2、ダイナミックフォースエンジンと組み合わされているものに関してはですね、世代が第4世代と言われてたかなの、THS2 というね、ハイブリッドシステムが搭載されているものは高速域でも EV 走行できていると。今も EV 走行をしています。80キロぐらいですけれども、アクセルワークを絶妙に高橋圭介ばりに調整して、なんとか EV 走行を維持することができるという感じですね。ほんと1センチどころじゃなくて5ミリ単位で調整しないともうずっと EV とかは維持できないんですけどね。
で、ステアの座りとかはね、久しぶりに乗るとね、軽って思いましたね。なんでもうちょっと、ステアはね重くあってほしいかなっていう気もします。で今ノーマルモードで、加速とかをしてますけど、結構ね力強いですね。で、UX は一応 SUV のカテゴリーに分類されますが、ルーフとかね車体はすごく低いので、まあ実質スバルの XV みたいな、ハッチバックをちょっと車高を上げたみたいな感じになってるんで、コーナーとかのねやっぱり踏ん張りとかは普通の背の高い SUV に比べるとだいぶね、地を這うような感覚っていうのもあって、走りに関しては結構面白いですね。でちょっと追い越し加速試してみましょうかね。はい、エンジンからのね遮音がすごく効いているので、高級感あるクオーンという音で、加速をしていくことができます。本当ね、エンジンルームからの遮音性、振動とかすごく抑えられてていいんですけど、反面ですね、やっぱロードノイズの方が目立ってしまうかなと。私の車 UX はですね、知り合いの、オートブラストさんにデッドニングと、床面の静音確保をしてもらっているので、多少はマシにはなっていますけども、それでもやっぱり大きめかなという気はします。今結構大きめの衝撃を乗り越えましたけれども、ボディ構成とか足回りとかはすごく良いですね。突き上げとかはうまく抑えられてる。この辺は本当に TNGA のプラットフォームを使ってる車ならではだと思いますね。やっぱ NX とか特に前期型の RX とかだと結構突き上げは、リアとかは気になってたんですけども、そういうところもねやっぱ UX とかですね、後期型の RX とかはすごく良くなってるなという印象はあります。RX はね TNGA ではないんですけれども、前期型後期型ではね結構乗り心地は改善されているので、なんだかんだ言って後期型の RX はおすすめではありますね。そしてですね、やっぱ1年間乗って良かったなって思うところは、本当私が理想としているような小さな高級車の、理想像に近い車ではありますね。輸入車でも、この前いろいろ乗ったシトロエンじゃなくて、DS3 クロスバックとか、それこそアウディ Q2 とか、CLA とか、A クラスとかね、あの辺とかも小さな高級車って感じはするんですけど、装備とかですね、ナビとか電素系とかの快適具合っていうのはやっぱね、国産車、特にトヨタレクサスにはかなわない部分っていうのがありますね。動的質感とかはさておき、やっぱナビとかが超優秀ですし、このねマップオンデマンドがついていると、地図の自動更新、リアルタイムの更新がついていて、高速などがね開通したその日に地図に反映されるとか、そういうところのね便利さはもう本当に一度味わってしまうと、特に旅行先に行くときには、高速が開通しているのをねナビに反映されてないと遠回りさせられたりすることもあるので、そういうのがねついてるといいですよね。さらにですね、小さな高級車としての、私がねいいなと思う要件としては、シートヒーター、シートベンチレーション、ステアリングヒーターとか、その辺の装備が一通りついてるっていうのもねやっぱ外せないところかなと思います。メルセデスとか非常にいいんですけども、 BM のね2シリーズとかも良かったですけども、やっぱシートベンチレーションとかはついてないですよね。輸入車でシートベンチレーションコンパクトカーでついてる車って、それこそね AMG45 とかそのクラスの、1000万近くまでお金を払わないとついてこないっていうのが多いので、そういう意味では、400万円台から買える、UX とかにねシートベンチレーションがついてるっていうのはね、小さな高級車としての要件を満たしてるかなと。でステアリングヒーターもついてると。でメルセデスはね日本導入仕様はそれこそ GLE とかあのクラスでもステアリングヒーターがついていないというのはね結構な不満なので、そういうところはねメルセデス惜しいなと思うところですね。なのでそういう快適性の部分では、レクサスすごく優れているなと思うところですね。特に今も本当にシートベンチレーションついてますけど、夏場はねこれ一度味わっちゃうとめちゃくちゃ快適なんでね。そしてね、こちらレクサス UX にはですね、アクティブサウンドコントロールというね ASC というボタンがこちらについているんですけれども、これをポチッと押すと疑似的にエンジンサウンドを再現するというね、なんちゃって、エキゾースト機能がついているので、これスポーツモードとかにすると顕著に現れるんですが、ちょっと踏んでみましょうかね。聞こえるかな。はい、ちょっと追い
プッシュ加速してみます。はい、このような感じでみたいな、CVT なんですけれども、シフトアップしたかのような、エンジン音がすると、さらに EV で走っている時にもエンジン音がするというね、本当になんちゃって疑似的に鳴らしている機能なんですけれども、それがついているということですね。そしてアダプティブクルーズコントロールとかレーントレーシングアシストとか運転支援系の装備も、最近のトヨタはね非常に優れてます。じゃあ試しにやってみましょう。ステアリングホイールの右側の、クルーズコントロールボタンを1回押すとレディーモードになるので、セットとそこで押すと、今走っている車速から、クルーズコントロールが始まります。そして足す引くボタンで車速の設定ができます。こちらの UX250H の F スポーツにはですね、ヘッドアップディスプレイもついているので、しかもこれ ES と同じぐらいのサイズのかなり大きなもの、幅20センチぐらいのものがついているので、非常にね、見やすいですね。そして、レーントレーシングアシストもついているので、白線の中央をカメラで読み取って、その中央を走ってくれる機能っていうのもついています。これはね、非常に良いですね。本当にこれがあることによって高速のね長距離を、運転したとしても疲労感がねもう大げさじゃなく半分ぐらいになりますね。アクセルの加減速、ブレーキも自動でやってくれますし、白線の維持もやってくれると。あまりね急なカーブでは、逸脱してしまうんで、もちろん、しっかりとステアリングを握っている必要はありますけれども、まっすぐにね走ってるところだと特に本当に、楽ちんですね。この辺は本当にメルセデスとかにもですね負けず劣らずの、運転支援装備ついていますし、さらに、輸入車ではねほとんどついていない、最近フォルクスワーゲンにはついてますけれども、静止物に対する、クリアランスソナーですね。トヨタレクサスではインテリジェントクリアランスソナー、パーキングサポートブレーキと呼ばれていますけれども、それがついていると。これがついているとですね、駐車時とかですね、切り返しをする際などに、前方後方、横もなんですけれども、障害物に接触しそうになるとピー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 って言って、距離をねお知らせしてくれますけれども、さらに近づきすぎると、緊急ブレーキが作動するということになってますので、私もそれでね何度か助けられたことがあります。もうほんと視覚に電柱とかがあったりとか看板があったりとか、そういう時にも、ブレーキを踏んでくれるので、車をぶつけるリスクっていうのがすごく少なくなるということなんで、これはね高齢者の方とかにもおすすめできる車になってるかなと思います。もちろんね前後のね踏み間違い防止機能もついています。結構ね輸入車って誤発進抑制機能っていうのがついてないんですよね。日本みたいにコンビニに突っ込むっていう事故が少ないのかもしれないですけども、マニュアルの比率もね海外の方が高いからっていうのもあるかもしれないんですけども、誤発進抑制制御とかが輸入車の場合ついてないことが多いので、特に高齢者の方が乗るには、なんだかんだ言って国産車の方が安心かなという気もします。そしてね今こう喋り続けている間も、クルーズコントロールで走っていますけれども、本当にアクセルもブレーキも私踏んでいません。前のトラックにひたすら追従して、同一車線をこのように、維持して走ってくれています。一昔前のレーンキープアシストとか、レーンデパーチャーアラートとかだとここまで、詳細にですねステアリング制御できなかったですからね。もういわゆるピンボール走行みたいな感じで片方の車線に近づいては折り返し、片方の車線に近づいては折り返しとね、こういう蛇行をするような感じでしたけれども、今見ていただいている通りもうまっすぐビタッと、中央を走ってくれると。この辺のね制御はほんとここ2年ぐらいでだいぶ良くなった感じがあります、トヨタの車も。なので昔の車しか知らないであんなもんつけない方がいいって言ってるんであれば、それは早計ですね。やっぱり最近の車はだいぶ進化してますからね。そして UX はですね RX 相当の快適装備もついているということで、本当に RX を、後ろの席とラゲッジを割り切って小さくしたという風な感じで思えばいいかなと。さらに TNGA のプラットフォームもついているし、パワートレインも RX より新しいものがついているのでね、さっきも言いましたけど高速での EV 走行も可能となっているような、新しい車になっていると。 RX にもついてないような機能も多分ありますね。例えばクライメートコンシェルジュというのがついていて、設定した温度にオートに、エアコンを調整してくれるだけではなくですね、それがシートヒーター、シートベンチレーション、
さらにステアリングヒーターまで連動してオートで調整してくれるという機能は、ステアリングヒーターまで制御してくれるのはね RX にもついてないですね。その辺は UX の方が先進的でもあります。なので本当に RX レベルの快適装備と先進装備と運転支援装備と安全装備もついたコンパクトな SUV というふうに考えると、本当に選ぶ価値はあるんじゃないかなと。本当1人2人しか乗らないよっていう人だったらもう本当十分すぎるほど、便利すぎる車ですし、大きくないんでやっぱ取り回しとか、立体駐車場とかも入るサイズなんで、どこに連れてくにもね困らないと。私、2019年に、瀬戸内海一周をですね、この UX で2000キロぐらい走ってきましたけども、本当にホテルのやっぱ立体駐車場の全高がね、1550ミリまでしか入らないっていうところがありましたが、2箇所ぐらいありましたけども、そういう時でもやっぱ UX だと入ると、 RX だったら断念せざるを得なかったところが UX だと入るっていうシーンがあったんで、やっぱそういう面ではね本当に困らない車だなと思いますね。ただですね、褒められたところだけじゃないっていうのはですね、何回も言ってますけれども、割とねそこまで小さくないサイズではあります。C セグメントに分類されるけど、そんなにコンパクトっていうほどではないサイズにもかかわらず、後席とかラゲッジが本当に狭いっていうことですよね。これはパッケージングもうちょっとなんとかならなかったのかなとは思うところです。 UX よりも小さくてもっと広い車ってもう山ほどあるというか、 UX よりラゲッジが狭い車を探す方が大変なぐらい、もう220リッターしかラゲッジの容積がないっていうのは本当にね、もう並行する口が閉じちゃうぐらい狭いんで、これはね本当にスーパーデメリットですね。コストコとかの保冷バッグが乗らないというかですね、乗せるとトノカバーと干渉してしまって後方視界の妨げになってしまうほどラゲッジフロアが高すぎるって感じですね。でこのラゲッジフロアを高くした理由としては、バックドアをですね、ナンバープレートよりも上の位置にしたかったと、分割線をそこにしたかったっていう風に、デザイン上の都合という風にレクサスの紙面とかで読んだことがありますが、それほどねこだわったリアビューなのに、テールパイプが鼻毛のように出ているというところとかもなんかちぐはぐな感じもしますし、だったらなんかマフラーとかもちゃんとこだわるとか、しっかり隠すとかしてほしかったなっていう部分もあります。そういう、見た目の部分とかですね、ラゲッジが狭い部分、あとは内装の質感も、残念ながら良いとは言えないですね。レクサスクオリティ、これでレクサスクオリティかって、買う前には結構悩まされた部分でもあります。特に気に入らないのは、インナードアハンドルのもう触った感じがもうプラスチックだって分かってしまうような塗装になっていたりとか、あと後席の、ドアトリムが全てハードプランになっていて、本当 CHR ぐらいじゃないのって思っちゃうぐらい、これで560万以上した車買って悲しくなるぐらい後席のドアトリムとかの質感は低いですし、今まではですね F スポーツとかバージョン L とかはそれ以下のグレードに比較してオーナメントパネルが専用のものがあしらわれていたりとかして質感が上がっていた部分があったんですけれども、それもなくなってしまったんで、本当にバージョン C とかと内装の質感が変わらないと、なのに高くなってるっていうところですごく納得できない部分がありました。今回の F スポーツは本当に割高だと思います。 RX クラスだと F スポーツにすると、シートベンチレーションとかもついてきますが、 UX だと F スポーツでも本革シートをね別途26万ぐらいで装備しないとシートベンチレーションがつかないとかね、なんかかなり割高な設定になっているので、本当 UX の F スポーツはねちょっとね割高だなと思うところはあります。とはいえね、やっぱ F スポーツがやっぱリセールが一番いいので、買うんであれば F スポーツの白黒あたりがおすすめではあるんですけどね。そしてですね、前にも言いましたけれども、インテリアイルミがないので夜間が真っ黒と車内が真っ暗というのも非常に不満ですね。ドアハンドルを照らす照明もないし、今までだったらついていたダウンライトすらなくなってしまっているので、本当に真っ暗ですね、夜の車内は。なのでドリンクホルダーの位置とかもこう照らされてないのでわからないですし、その辺はね、あと助手席に人が乗ってて降りようとした時にドアハンドル探しちゃうぐらい暗いんで、そういうところはね、なんかもうちょっとレクサスで500万円以上する車なんだったら、コストをかけてでもやってほしいなと思うところですね。マツダ3も暗いですけど、価格がそれよりも150万ぐらい高いんで、それだったらねもうちょっと
頑張ってほしいなと思うところですね。特にリアドアの内側の質感とかはマツダ3でも全然いいですからね。といった感じでね、レクサス UX250HF スポーツに乗りながらね、つれづれなるままに語ってしまったらですね、尺がめちゃくちゃ長くなっちゃったんで、ここら辺で一回ね、前編ということで、終了したいと思います。後編に続く。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。